今日は豚バラ大根を作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は豚バラ大根を作りたいと思います。はい、ということで今回は定番おかず豚バラ大根を作っていきます。お肉に旨味を残す方法や、あとはコクもアップする隠し味もご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。豚バラの薄切り肉、大根、生姜、お醤油、みりん、お砂糖、お味噌、だしの素、ごま油、塩コショウ、そしてお水です。今回はこちらの材料で作っていきます。まず豚肉なんですが、こちらは豚バラの薄切り肉を使用していきます。こちらは豚バラの切り落としを使っていただいても OK です。そして今回の隠し味はお味噌です。このお味噌を加えることでコクが加わってとても美味しい仕上がりになります。そして大根なんですけれども、大根は真ん中からだいたい下の部分を使うのがおすすめです。大根はですね、下になればなるほど水分量が減ってきます。なのでその分味が染みやすくなって美味しい仕上がりになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめに大根の皮を剥いていきましょう。このままだとねちょっと剥きにくいので、剥きやすい幅にまず切ってください。そしたらですね、大根の皮を剥いていきます。こういった料理の場合は大根の皮は厚めに剥いてください。というのもね、ちょっと見ていただくとわかるかな。この周りの部分がね、少し筋しい部分になります。この筋しい部分を取り除いていただくことで、とても柔らかくて美味しい仕上がりになります。では剥いていきます。この時ね、手を怪我しないようにだけ注意してください。ざっとこんな感じです。このぐらいの厚みで切ってください。では残りも同じように剥いていきます。はい、 OK です。そしたら続いてこれを半分に切ります。切ったらですね、こちら2つ並べてだいたい 1.5 から2センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、このぐらいの厚みで切っていきます。では残りも同じように切りましょう。はい、大根はこのように切ってください。では続いて生姜を切ります。まず皮を剥きます。皮付きがお好みの方はね、皮付きでも OK です。そしたらね、薄切りしていきます。あとは重ねて縦に細切りにしましょう。はい、生姜の準備はこれで OK です。では続いてお肉を切っていきます。お肉はね、だいたい 4,5 センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、このように切ってください。あとはね、このように一枚一枚ね、ばらつかせておきます。適当で大丈夫です。ざっとね、剥がしておいてください。はい、でこんな感じに剥がして広げたら、ここにね、軽く塩コショウで下味をつけます。ざっとで大丈夫です。はい、お肉はこれで OK です。では続いてお肉を炒めていきます。まずフライパンにごま油です。そしてあとは生姜も入れてください。そして火にかけます。まず最初にね、生姜をさっとね、ごま油に絡めます。全体になじませたら、まず最初にお肉を焼いていきます。お箸でお肉をほぐしながら焼いてください。火加減は中火から弱めの中火で調整しましょう。できるだけね、お肉が丸まらないように広げながら焼いてください。このようにお肉に8割ほど火が通ったら、ここに大根を入れていきます。そしてこのように絡めながら大根にお肉のね、旨味が詰まった油を吸わせていきます。はい、今ね、だいたい1分半ぐらい炒めました。大根にお肉の旨味を吸わせて、しっかりとね、豚肉にも火が通ったら、こちらは一度取り出してください。取り出す時はね、火を止めちゃって大丈夫です。お肉はですね、一度このように取り出しておいてください。というのもですね、この後ですね、大根を煮ていくんですが、その時も一緒に煮てしまうと豚肉の旨味が全部できってしまって、豚肉自体の味がスカスカになってしまいます。なのでこのように一度取り出してください。こうやってね、途中で取り出していただくことでお肉も柔らかい仕上がりになります。今ね、この状態です。そしたらここにお水を加えます。あ
とはねこちらだしの素も加えてください。一度ね混ぜます。しっかりね大根が浸ったら火にかけます。火加減中火です。このまま一度沸騰させましょう。はい、沸騰しました。沸騰するとね少し上にアクが出てくるので、そのアクは取り除きましょう。そしてアクを取ったらですね、火加減弱火にしてください。ここに落とし蓋をしていきます。今回私はクッキングシートで簡単に作りました。木の落とし蓋などを使っていただいても OK です。ない場合はねアルミホイルとかでも大丈夫です。ここがねちょっと大事なんですけれども、このぐらいのクツクツ加減をキープして、そしてね落とし蓋をして、これでだいたいね大根が柔らかくなるまで15分ほど煮ていきます。クツクツがねちょっと強くなった時は火加減弱火にします。だいたい弱火から中火の間で調整しながらね煮てください。ではこのまま煮ていきます。はい、今15分経ちました。そうしましたら落とし蓋を取り外します。はい、今ねこんな感じの状態です。そしたらですね、ここにまずお砂糖を入れてください。あとはみりんですね、回し入れます。一度さっとね混ぜてください。大根崩さないように注意してください。そしたらね火加減中火にします。全体をなじませたら、こちら取っておいたお肉を戻し入れます。お肉にもね甘みを入れていきましょう。お肉もね浸していただいて、火加減中火から弱めの中火ぐらいです。これでだいたいね3分から5分ほどですね、大根が柔らかくなるまで煮ていきます。ちょっとねこのように時折混ぜながらね煮ていきましょう。あんまりやりすぎると大根が崩れてしまうので注意してください。はい、今ねちょうど3分ほど経ちました。そしたら竹串で一度チェックします。分厚めの大根に刺してください。そしてスーッと通れば OK です。これはね大根の厚みによって変わってくると思うので、3分ほど経ったら一度竹串を刺してみてください。そしたらね火加減ちょっと弱火にします。そしてここにお醤油を回し入れてください。必ずしっかり大根に火が通ってからお醤油は加えてください。そして軽くね全体をなじませます。大根も裏返しましょう。で全体に一度なじませます。そしたらですね、最後こちらのお味噌を入れていきます。味噌はねこのまま入れると固まっちゃうので、少しねこちらの煮汁ですね、傾けて少し煮汁を取ってください。そしてお味噌の中に入れます。この器の中でお味噌を溶いてから加えていきます。はい、でこのようにしっかり溶けたら回し入れてください。ちなみに今回の味噌は合わせ味噌を使用してます。入れたらこちらもなじませます。お箸でやるとね大根が崩れやすいので、こういったゴムベラなどを使っていただくといいかなと思います。だんだんね煮汁も少なくなってくるので、ちょっとねこうフライパンを揺すりながらやっていただくといいかなと思います。あとはですね、こういったお玉を使って煮汁をね上にかけながらね煮詰めていきます。はい、OK です。だいたいね3分から5分ほど煮詰めてください。大根とお肉にしっかりと色づいたら OK です。ちょっとねタレにもとろみがついてきます。こちらねこのまま召し上がっていただいてもいいんですが、一度冷ましていただくと大根に味がより染み込みます。こんな感じで美味しそうに仕上がりました。はい、これで豚バラ大根の完成です。こんな感じに仕上がりました。分量外なんですが、彩りに小ネギを散らしてます。こちらはお好みでトッピングをして召し上がってみてください。こんな感じでね、大根にもしっかり味が染みて美味しそうに仕上がってます。そしてお肉も柔らかい仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。大根がすごく柔らかいですね。ではいただきます。大根が柔らかくてすごくみずみずしいです。そしてねこの豚バラの旨味がね染み込んでてとても美味しいです。はい、
ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の豚バラ大根のポイントです。まず大根の使う部分なんですけれども、真ん中部分から下の方を使ってください。大根はですね、下になるにつれて水分量が少なくなってきます。なのでその分ですね、味が染み込みやすくなります。そして豚肉ですね、今回は豚バラのスライス肉を使ってます。お肉に関しましては豚バラの切り落としなどを使っていただいても OK です。こちらの豚バラはだいたい 4,5 センチぐらいの幅に切って、そして塩コショウで軽く下味をつけてください。そしてまずはじめにフライパンにごま油を入れて生姜と豚肉を炒めてください。そして豚肉に8割ほど火が通ったら大根を加えて、そして豚肉から出た油と旨味をしっかりと大根に絡めてください。だいたい絡め終わったらですね、豚肉は一度取り出してください。このまま一緒に大根と煮てしまうと豚肉自体の旨味が全部流れ出てしまって豚肉の味わいがスカスカになってしまいます。なので豚肉は一度取り出すようにしてください。そうすることでお肉の食感の柔らかさもキープすることができます。そしてその後ですね、大根を煮るんですけれども、煮るときはだしの素を入れてください。このだしの素なんですけれども、今回はかつおだしを使ってます。お好みで昆布だしを使っていただいても OK です。そしてその後落とし蓋をしてだいたい15分ほど煮込んでください。この煮込んでる時にですね、もしお水が足りなくなってしまった時は追加で少しね、お水を加えてください。だいたい大根の半分ぐらいまであれば OK です。そして15分煮たら今度はみりんとお砂糖を加えて、その後さらに3分から5分ほど大根が柔らかくなるまで煮込んでください。煮込み時間に関しましては大根の水分量とか、あとは厚みとか大きさでも変わってくるので、一度3分経ったら竹串を刺してチェックしてみてください。もしそれでも硬い時は柔らかくなるまで煮てください。その後ですね、お醤油を加えるんですが、このお醤油はですね、お砂糖と同じタイミングで入れてしまうと風味が変わってしまうのと、あとはお砂糖が大根とお肉の中に入っていかなくなってしまいますので、必ず甘みを入れてからその後お醤油と味噌を加えるようにしてください。そしてこの味噌なんですけれども、直接そのまま入れてしまうとダマになってしまいますので、煮汁で一度溶いてから加えるようにしてください。この味噌をね、最後に加えていただくことでとてもコクのある美味しい仕上がりになります。あとはですね、しっかりと煮絡めていただいて、出来上がったらそのまま召し上がっていただいてもいいですし、こちらをですね、そのまま冷ましていただくとより味が染み込みます。お好みで召し上がってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は豚バラ大根を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんの動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。